はい、今回はリアルミニ四駆シリーズのスピンバイパーを作っていきます。このシリーズのキットはモーターやギアなんかの駆動系のパーツがついていないディスプレイタイプのマシンで、走行させるにはシャーシの乗せ替えが必要になります。そこで今回は VZ シャーシを使って発売当時を思い出すような走行用マシンという体で、さらにリアルミニ四駆らしい見せ方にもこだわっていきたいと思います。今回作っているキットは97年当時のものではなくって2021年に再販されたものになりますね。もともとスーパーワン DZ スーパー FM に載せられるっていう記載がありますが、最近のシャーシでも少ない加工で載せ替えが可能で、VZ シャーシの場合だとリア側のメッキパーツのこの辺りとか、ボディパーツも合っているようでカウンターギアカバーとかモーター周りに少しズレがあって干渉しているところは見つかるので、そういう箇所を点々と削っていくことになります。このスピンバイパー自体はかなり人気のあるマシンで、僕も97年当時に1回だけ組み立てたことがありましたが、特に走行用として見た場合重いっていうのが第一印象で、説明書通りに全部パーツをつけていくとボディがだいぶ重くなるんですよね。これまでにリアルミニ四駆シリーズで登場していたスピンコブラとかプロトセーバーエボなんかと違って、メッキパーツの骨組みに透明のボディパーツが乗っているっていう構成上、ディテール部分を省くことでの軽量化には限度があって、元々のデザインを損なわずに軽くするのが難しいマシンかなと思います。なおかつ肉抜き仕様にもこの透明なボディパーツ、リアルミニ四駆シリーズ特有のものだと思うんですが、見ていてなんとなくわかりますかね。素材感に癖があって、これ裏側からドリルを貫通させるとこういう感じで伸びというか粘りがあって、綺麗に円形の穴が開いてくれないんですね。なので毛羽立ちを抑えるように結構念入りにヤスリがけしています。主にこういった事情から軽量化のしづらさを感じるマシンではあるんですが、強いて言えばモーター部分のパーツを省いて軽量化できる FM 系のシャーシで使用されることが多いのかなっていう、そういう印象はありますね。メッキパーツにも手を加えていく都合で今回表面のメッキは落としています。過去にも何度か使っているペイントリムーバーですね。普段あまり僕は電飾をやらないんですけど、せっかく今回透明のボディなのでライト部分に峰島さんの麦球を仕込んでいます。この取り付け位置からしてホイールに擦りそうで心配なので、完全にディスプレイ用の装備ですね。以前にグレードアップパーツにもあった発光ダイオードと同じ要領で、電池の接点につなげばあとは固定方法を考えるだけなので、特別な配線も必要なく簡単に光らせることができます。もっとも今はミライトっていう手があるので、電飾自体はより手軽なものになっていますね。塗装はサーフェイサーのみラッカー系で、色は水性塗料の主にガンダムカラーをメインに使用しています。で、ボディは黒立ち上げっていう方法で塗装しています。実際に作業風景を見てもらった方が早いと思うんですが、黒やダークグレーの上に色をのせてグラデーションを作りながら目的の色を発色させていくっていう、そういう塗装方法になります。この黒の上から赤をのせていきます。角を避けて面に広げていくっていう感じですね。
こういう感じで角の部分に下地の色が残ることで立体感が出ます。ちなみにこのソードストライクレッドはデスティニーレッドとかダリルバルデレッドと比べて明るい色味で、水性塗料っていうこともあって隠蔽力を心配していたんですが、重ねるとしっかり発色してくれたので、今回水性塗料の使用感を確認できたのも個人的には良かったかなと思います。この赤いボディパーツは光沢仕上げで、その他のメカ部分を半光沢にして艶に変化を出したのもポイントの一つですね。一応ラッカー系と同じように水性クリアを吹いた後にも乾燥時間を十分に取れば研ぎ出しはできるようで、今回の場合一度厚塗りして1日乾燥させてからもう一度厚塗りした後で、その後丸3日置いてからヤスリがけに入っています。ただこの乾燥時間でも直接表面を持つとうっすら指紋がつくくらいに表面の柔らかさが残る状態だったので、本当はもう少し硬化を待ってからの方が作業しやすかったと思います。マスキングテープを使う際も同じ理由で、半乾きだとテープを貼った跡が残ってしまうので、塗り分ける時にも注意ですね。ラッカー系と同じように塗装を進めていて、一番違いを感じたのはこの乾燥時間かなと思います。